トップバッターは1985年から87年にかけて発売された OVA 作品、戦えイクサー1を紹介するわ。原作は漫画雑誌のレモンピープルに掲載された短編漫画で、地球侵略を企むクプルフと、それに反旗を翻した人造人間イクサー1の戦いを描くわ。80年代の OVA 作品ともなると、大体な要素が絡んでくるもんだが。まあ、そのあたりは昭和生まれのマリサならお察しだと思うけど、昭和生まれよな。本作の敵クプルフは、母性を失ったことで宇宙を放浪して、新天地を求めていたの。そうして見つけた地球を自分たちのものにするべく、奇怪な生物を送り込んできたわ。そんな中、クプルフの長であるバイオレットが作った人造人間、イクサー1が地球を守るために戦うのだけど、クプルフが送り込んだ巨大ロボであるディロッシータと戦うためには、自らが選んだパートナーと共に、巨大ロボ、イクサーロボに乗る必要があったの。そのパートナーに選ばれたのが、17歳の少女である加納渚だったわ。強大な敵と戦うためにパートナーと協力する。創作じゃよくある話だな。しかし、クプルフが作ったイクサー1がどうして地球のために戦うんだ？イクサー1を作る最中に、バイオレットの良心の部分が流れ込んだからとされてるわ。バイオレットも、初めは心優しい指導者だったけど、クプルフの民を守るため手段を選べなくなって、悪に染まっていったからね。なるほど、敵も故郷を失っているし、病人こそできないが事情があるってことだな。さて、さっき言ったイクサーロボに登場する際に、渚はその胸部に取り込まれる形になるけど、この時に、全裸になった上に多数の触手が巻きついてくるのよ。おいバカやめろ性癖が歪む。渚はイクサー1のパートナーに選ばれたことで、友人も両親も失ってしまったことから、最初は戦うことも拒否していたわ。そりゃそうだ、完全に被害者だしな。でもイクサー1の説得と、サヨコという少女を守りたいという気持ちから、戦う覚悟を決めることになるのよ。ザヨゴー。ダディネタはやめちなみに、敵として登場するイクサー2が乗るイクサーシグマにもまた、セピアというパートナーが乗り込み、やっぱり全裸になっていたりするわ。そもそもなんで全裸で乗る必要があるんだよ。そこはあれよ、パートナーとイクサーのシンクロとかそういう理由のためよ。ふわっふわだなシフォンケーキか。ただ、なぜかイクサー1たちは全裸にならないでそのまま乗ってるのよね。不条理。まあ、これこそ80年代 OVA って感じの作画や構成、エログロ要素が詰まっていて、往年のロボアニメファンにはたまらない作品となっているわ。ちなみに1988年に読売テレビ、2008年には ATX にて全話ノーカット放送されたわ。その後2016年に TVK、テレタマ、3テレビにて1話目だけ放送されたのだけど、この時には大幅な修正が加えられてしまっていて、その件で SNS でトレンド入りしたほどよ。世の中変態が多すぎるからね、仕方ないね。今は D アニメストア、Unext、バンダイチャンネルなどで配信されているわ。2作品目は、レイアースを紹介するわ。最近リメイク版制作が発表された魔法騎士レイアースか。残念、それではないわ。原作は同じだけど、今回紹介するのは1997年に発売されていた、OVA 版のレイアースよ。そんな作品があったのか。原作が同じとは言ったけど、比較的それに沿って進行していたアニメ版とは異なり、本作は設定を大きく変更した、オリジナルストーリーとなっているのが特徴ね。ただし、担当声優はアニメ版と同じだけどね。原作やアニメ版とも違う話を、わざわざ OVA として出したってのか。ほら、マクロスシリーズみたいなもんよ。わかるようなわからんような。で、どのくらい設定が違うんだ？それはもう、完全に別物と言ってもいいわ。光と海、風が同じ学校に通っている3年生で、所属する部活も全然変わっているし、登場する魔人の見た目も非常に生物的になっていたりもするわ。そもそも、原作のように異世界に召喚されて、そこで魔法騎士として戦うという話ではなく、異世界、セフィーロ、の人々や魔物が現実世界の東京に出現して、その戦いに、光たちが巻き込まれていく、という流れになっているからね。本当に、名前だけ借りた別作品って感じだな。そして衝撃的なのが、魔人に乗る際に光たちが全裸になっているという点よ。パッと見は大事なところは見えないようになっているけど、横から見たシーンなんかではすっかり丸見えになっていたりするわ。中学生の全裸はヤバいと思うんだぜ。しかし、なんというか雰囲気や作画が重めで、さっきのイクサー1と似てるなって思ってしまったぜ。あら、やっぱりそう思った？何を隠そう、本作の監督は平野俊樹で、さっき紹介したイクサー1も平野氏が監督を務めていた作品なのよ。妙に納得してしまったぜ。生物的な描写や、全裸で巨大ロボを操縦する点など、平野イズムに溢れている作品で、
それでいて、レイアース原作の雰囲気が程よく混ぜ合わされていて、独特なセリフ回しと合わせて、ファンにはたまらない作品に仕上がっているの。逆に言うと、熱心なファン以外が見るとちょっと意味不明な点も多いかもしれないわね。あくまでパラレルワールドと割り切った上でも、かなり困惑してしまいそうだぜ。残念ながら、この OVA 版は現在配信されていないみたいだけどね。アニメ版の方なら、D アニメストアや UNEXT、バンダイチャンネルで配信されているわ。3作品目も OVA 作品、1997年発売の、バーサスナイトラムネ&フォーティフレッシュを紹介するわ。ラムネ&フォーティシリーズの一つだな。本作はテレビアニメシリーズの2作目だった、バーサスナイトラムネ&フォーティファイアーの続編にあたり、3代目勇者ラムネスことラムネードによって平和が訪れてから3年後の物語となってるわ。テレビ版の後日談を描く OVA ってわけか。本編でも活躍したヒロインであるパフェとカカオが主人公となっていて、3代目ラムネスとの恋に破れてしまった2人が、大神官からの命令により、4代目となる勇者ラムネスを探す旅に出るという物語となってるの。新しい恋人探しの旅みたいなもんだな。本作は OVA 作品ということもあり、規制が緩くなっていることから、本編と比較してかなり肌の露出が多くなっているのが特徴ね。さらにキャラデザインも変更されているわ。OVA あるあるじゃないか。本作に登場するアーマードビーグルというロボットはその特徴として、パイロットを守るためにコックピット全体をウォータークッションで満たしているの。そのため、パイロットはウェットスーツとヘルメットという軽装で操縦するのよ。なるほど、パイロットを薄着にさせるための設定って感じだな。で、本作ではパフェたちが偶然、A26SX という敵の最新ビーグルを強奪してしまい、それを住居代わりに使うことになるの。そして作中で、パフェがビーグル内で見つけた浴槽のようなものが、実はコックピットだったことが発覚するのだけど、最初はそれを知らなかったから、お風呂と勘違いして、全裸のまま操縦することになってしまうのよ。明らかにサービスシーンを狙った演出だろこれ。その後も、専用のスーツを持っていなかったため、パフェが全裸で操縦することが多く、大事な部分を隠すことなく戦闘を繰り広げることになるわけよ。完全にやっちゃってるな。そんなセクシーシーンが満載となってる本作だけど、それとは相対的にストーリーそのものはシリアスそのもので、落差が激しくなってるの。アニメ版本編を見ていないと理解できないシーンも多いのが難点ではあるけど、ファンなら間違いなく、いろんな意味で楽しめる作品となっているわね。やっぱり OVA 作品にはな要素があってこそだぜ。本作はアニメ版も合わせて、D アニメストアや UNEXT にて配信されているわ。4作品目は1989年から90年に放送されていた重心ライガーを紹介するわ。元はオリジナルアニメだけど、長井豪先生による漫画版もあって、コミックボンボンにて連載されていたわ。プロレスラーの重心サンダー・ライガーさんの元ネタとなった作品だよな。遥か昔より続いていた善と悪の神による戦いがあって、善の神アーガマの血を受け継ぐ主人公の大河剣が、悪のドラゴ帝国から世界を守るため、獣人ライガーと一体化して戦うというストーリーとなっているわ。神々の戦いか、スケールが大きそうだ。本作は全番組である、鎧伝サムライトルーパーと同様に、サンライズ、東急エージェンシー、宝の三者体制で作られたアニメだったわ。でも全番組のアーマーヒーローものから作風をガラリと変えていて、生物的なバイオアーマーと呼ばれる巨大ロボットで戦う、という展開になってるの。イケメン揃いだったサムライトルーパーとは全く雰囲気が異なっているな。そもそも長井豪先生が携わっているということもあって、子供向けアニメとは思えない描写やストーリー展開が多く、さらにな要素も多分に含まれていたのよ。さすがは長井豪先生だぜ。子供向けでも手加減しない。そもそも主人公であるケンが、長い作品らしい熱血感かつませたクソガキ要素を持っていて、たびたび、下ネタを織り交ぜた展開があったりしたからね。長い作品あるあるだぜ。ただ、さすがに彼が全裸になってライガーと一体化するわけではなかったわ。その展開になったのは、本作の最終回のことで、ついに復活してしまった邪神ドラゴの圧倒的な力の前に、ケンはかつてのライバルであるユー・ドルクと共闘するも、全く歯が立たなかったの。絶対絶命と思われたその時、アーガマの血を引く巫女である上白舞が、その力を使い、ケンとドルクと共に3人でアーガマを復活させるのよ。アーガマとドラゴ、善と悪の神々による戦いの幕が切って落とされたというわけだけど、実はこの時、ケンたち3人は意識体としてアーガマの中に存在していたの。当然、そこに服なんて概念は存在していないから、3人が全裸で、巨大ロボを操縦している、という構図になっていたのよ。
主人公とライバルとヒロインの3人が全裸になって合体してるってわけか。字面だけ見ると本当にひどいもんだな。もちろん、展開としては大真面目だし、非常に燃えるシチュエーションになってるけどね。本作はバンダイチャンネルで配信されているほか、Amazon プライムでもレンタルという形で視聴することができるわ。5作品目は90年代のアニメブームの火付け役、1995年から96年放送の新世紀エヴァンゲリオンを紹介するわ。新劇場版じゃなくて、旧アニメ版の方だな。原作と監督は庵野秀明氏で、セカンドインパクトと呼ばれる大災害が起きてから15年後の世界を舞台に、巨大人型兵器エヴァンゲリオンのパイロットになった14歳の少年少女たちが、謎の敵、使徒との戦いを通じて成長したり、世界の謎に迫ったりする物語ね。いわゆる世界系と呼ばれるアニメジャンルの外も言われるな。今では当たり前となったメディアミックス展開を本格的に取り入れた作品としても有名で、2000年以降のアニメ文化の土台を作ったとも言われているわ。単純な人気だけでなく、日本のアニメ文化を大きく成長させた作品ってわけだな。しかし、エヴァで全裸。これも中学生だが、いろんな意味で大丈夫だったのか？まあ、今だったらアウトでしょうね。問題の回は第13話、使徒、侵入、で、この回ではエヴァとのシンクロ率を補助するプラグスーツを着ない、全裸の状態でのシンクロ率を測るという実験が行われたのよ。なぜわざわざ全裸にする必要が？まあ、そこはほら、下手に普通の服を着るよりデータが取りやすいとか、そういうのね。ふわふわじゃないか。エヴァのパイロットであるシンジ、レイ、アスカの3人は全身をがっつりと消毒、洗浄されて、エヴァの模擬体に乗り込みそれぞれシンクロ率を測定されたわ。この時シルエットだけとはいえ、3人の少年少女の裸体ががっつり映っていたわ。ちなみにシンジ君の股間部分だけは、コックピットの筐体でうまく隠されていたわね。シルエットだからセーフ、ってバカ。その後、基地内にウイルス型の人であるイロールが侵入するという緊急事態になり、3人の乗るエントリープラグは緊急射出されて脱出。ネルフのスタッフたちの尽力によって、使徒を撃破するという展開になり、エヴァによる戦闘シーンが一切ない、変わり種の回となっているわ。そのせいか、漫画版や後の新劇場版にもないアニメオリジナルエピソードとなっていて、割と希少な話と言えるかもしれないわね。箸休め会みたいなもんか。まあ、律子さんの掘り下げ会とも言えるかもね。ちなみにラストは、射出されたプラグが地底湖に浮かんでいて、そこで全裸のアスカが助けを求めて叫ぶという終わり方になっているわ。シリアスな展開だったんだろうが、最終的にちょっとコミカルに終わったんだな。そういう点は新世紀版のエヴァって感じだぜ。本作はネットフリックスや Unext、D アニメストアなどで配信されているわ。6作品目は1998年発売の OVA 作品、チェンジゲッターロボ世界最後の日、よ。3機のマシンが合体する人気ロボアニメ、ゲッターロボシリーズ、初の OVA 作品で、バンダイビジュアルが手掛けた最初の DVD 作品となってるわ。いわゆるチェンゲってやつだぜ。もともと、ロボアニメのクロスオーバー作品のスーパーロボット対戦シリーズがヒットし、過去のゲッターロボを知らない低年齢層のファンにもその認知度が高まったことで、本作の企画が始まったらしいわ。スパロボやってると、自分の生まれる前のロボアニメにも詳しくなったりするよな。旧アニメ版とは世界観を別としていて、人物設定は漫画版を元にしつつ、宇宙生物、インベーダー、との戦いを描くという、独自性の強いストーリーとなっているわね。ゲッター G が量産されていたり、龍馬が野生に溢れていたり、初見では色々と驚かされた記憶があるぜ。そうそう、主人公も流れ龍馬から謎の青年、ゴーに変更されていて、そのあたりも漫画版、ゲッターロボゴーから受け継がれた設定ね。作中で描かれた、ゲッターロボの合体シーンの緻密な作画は、今でもファンの間で語り草になるほどの高いレベルだったわね。細かい金属片がどんどん繋がっていく描写は圧巻だぜ。さてそんな本作で、ヒロイン的な立ち位置として描かれたのが、新ゲッター2のパイロットになる系だったわ。旧ゲッターチームの一人である弁慶の娘とされていたけど、実はゲッターロボの生みの親である早乙女博士の娘だったことが発覚するの。複雑な事情が絡み合う中、K が囚われてしまった際に、ゴーによって救出されて、その際に K は彼の正体を知ることになるわ。ゴーの正体って何だったんだっけ？実は彼は K の姉である早乙女みちるの遺伝子とゲッター線によって作られたクローンであり、その影響で、K を守りたいという思いが強く残っていたのよ。それで絆を深め合った二人が新ゲッターに再び乗り込むのだけど、囚われた際に新ドラゴン起動の鍵とされた K は全裸にされていて、そのまま新ゲッターに乗り移ったから、全裸のまま操縦することになったわ。まあ、
K は男勝りな性格でそこまでな感じではなかったが、冷静になってみるとやっぱりだぜ。本作はちょっとストーリー的に難解な部分もあって、初見では意味不明なところも多いけど、ダイナミックな演出とメカデザインのかっこよさ、戦闘シーンの熱さといった点で、非常に高い人気を博した名作と言えるわ。またスパロボがプレイしたくなってきたぜ。残念ながら、本作は現在レンタルという形でしか配信されていないけどね。今回最後に紹介するのは、2014年放送の健全ロボダイミダラーよ。原作はエンターブレイン発行の隔月誌、フェローズにて連載されていた漫画作品で、人類に迷惑をかけるペンギン帝国との戦いを描くロボットアニメよ。すでにタイトルからして怪しいんだが、具体的にどういうストーリーなんだ？さっきも言ったように、ペンギン帝王が治めるペンギン帝国が人類と敵対していて、それに対抗できるのは、巨大ロボットのダイミダラーだけだったわ。そしてダイミダラーを稼働するために必要なエネルギーというのが、ハイエロ粒子と呼ばれる特殊な粒子だったの。で、ダイミダラーのパイロットに選ばれたのが高校生のマダン橋光一であり、彼はな行為をすることでハイエロ粒子を生成できる人間だったのよ。あ、もうアウトな設定だ。そんな彼が、パートナーであるソナン京子に様々なな行為をしながら、ダイミダラーを操り、ペンギン帝国と戦いを繰り広げていく。という展開ね。もうどこから突っ込んでよいのやら。こんなふざけた設定のストーリーだけど、ロボットアニメとして押さえておくポイントはしっかりと押さえていて、熱い展開とお約束といった面で高い評価を得ているくらいよ。世の中わからんもんだぜ。ある意味で昭和にあったアニメに近いノリで、うまく熱血な部分とな要素を組み合わせた作品と言えるわね。毎回、敵と戦うためにコクピット内で様々なセクハラ行為を受ける京子にとっては、ただただ迷惑な話かもしれないけど、ちなみに、通常は複座式となっているコクピットだけど、ハイエロ粒子を発生させる際には対面式に移動するという点が、非常にユニークな仕様だと言えるわ。ユニークって言えば聞こえはいいが、ただのバカノリじゃないか。ちなみに本作は、同じ作者の別作品である、火星ロボ大決戦ともつながりの深いストーリーになってるの。気になったらぜひ、そちらも合わせてチェックしてほしいわ。それはちょっと気になる。本作はアベマや FOD、D アニメストアなどで配信されているわよ。というわけで、全裸でロボに乗るアニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？いやー、日本人ってどうしてこう発想力が優れてるんだろうな。誇らしい限りよね。いや褒めてるわけじゃねえよ。まあ、気になる作品があったのは確かだがな。動画を見てくれたみんなも、他の全裸アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。